個人的存在の彼方、ジェラルディン・カミンズ著、浅野和三郎訳並びに表釈。9エレメンタル。自分は今までの叙述中において人間にあらざるエレメンタルにつきてただの一度も触れずにおいたから、ここでその補充を試みなければなるまい。エレメンタルとは地球その他の遊星上にただの一度も肉体を持って発生したことのない原始的存在の総称である。これらの原子例はその全部が決して地球の所属ではなく、その中のあるものは現在なお燃焼を続ける光源の世界に生を受けるのである。いわゆる所属のエレメンタルとソーラマンとはその形態を同じうしない。仮にソーラマンを人間とすれば、エレメンタルはいわば地上の動物に該当するであろう。そしてその形態はかつて火中に生息したと伝えられる神話のサラマンダーに類似した点がないでもない。地界以外の天体に生息するエレメンタルの形態は時に地球のエレメンタルのそれと異なり、奇想天外式なのも見受けられる。彼らはしばしば好んで大蛇の姿を模し、また竜の姿を模する。竜は神話的な存在であるが、しかしかかる生物が歴史以前の冬季太古においてかつて地上に生存しなかったとは何人が断言し得よう。とにかく領所を取れるエレメンタルたちが陸離する光源を放ちつつ無限の空間を運行する諸天体の常住者であることはそこに少しの疑いもない。要するに諸天体におけるエレメンタルの生活は決して一様ではない。その種類から言えば必ずしも地上の動物界ほど豊富ではないが、しかし一つとしてその所属の天体生活の最も重要なる構成要素でないのはなく、類魂はこれらのエレメンタルの経験を取り入れて初めて完成を期しうるのである。表釈。現代人が一般に無双だもしない超物質の事実を真新しい用語をもって表現しようとするのであるから、その難解は押して知るべきであろう。私の訳語も未だ洗練を経たものでないから、なおさらその感が深いであろう。よって念のためにマイアスが何を通信しようとしているかをここに再説してみることにしよう。私は超物質界の居住者を2種類に大別し、項を自然霊、オツを起有霊と唱えることにしてある。ご承知の通り、前者はただの一度も肉体を持って物質界に生まれた経験のないエーテル的存在。後者は物質的肉体を捨てて起有した人霊その他である。これは取り扱いの便宜上、仮にそう決めたまでであるが、大体において的を得ていると思う。無論、私自身も右の自然霊という言葉の内容が非常に広範にわたっていることを知らないではない。が、心霊知識の未だ普及せざる現代において、しばらく分類をこの程度に留めておくことが良いと考えたのである。ところで、マイヤースの通信を紹介するには、そろそろこの分類法だけでは不十分になってきた。なんとなれば、かは自然霊界を探りて、そこに二つの別種の存在を突き止めたからである。すなわち彼は項をソーラマンと唱え、オツをエレメンタルと唱えているのである。これらの用語が果たして妥当であるか否かは別問題として、その通信内容が私の日頃研究の結果とほとんど全く不説を合わせていることは事実である。読者がすでにご承知の通り、マイアスのいわゆるソーラマンとは太陽をはじめその他の恒星の太陽原子内に居住する第一エーテル的存在で、古神道のいわゆる天津神と称するものであろう。私はその世界を太陽神界と唱えており、その主催神に増しますアマテラス大神は、人間から言えば取りも直さず事実上の宇宙神なのである。次にマイヤースのいわゆる原子霊とは、地球その他諸有星の内面に居住する第二エーテル的存在で、古神道のいわゆる国津神というのは、取りも直さずそれに該当すると思う。国津神を地上の物質的存在、原始人とみなすことはとんでもない勘違いで、優れた第六感的能力者にはそうした存在がはっきりと認識され、今日においてその尊否を疑うごときは時代錯誤もまた甚だしいのである。私はこの世界を太陽神界と区別して地球神界と唱えている。そしてこの世界の主催神が取りも直さずすめみまニニギの御事にあらせられるのである。以上の概説でソーラマンとエレメンタルとの区別並びに相互的関係はほぼ明らかであると思うが、それにしてもマイヤースが
後者につきて述べているところは、なんと思い切って露骨、なんと思い切って端的であろう。その用語は至って簡単だが、その与える示唆は千万金にも代え難きものがある。かは原子例を定義して、地球その他の有星上に、ただの一度も肉体を持って発生したことのない原始的存在と言っているが、これはおそらく動かしがたき高定義と言うべきであろう。次にエレメンタルの形態につきては、かつて火中に生息したと伝えられる神話のサラマンダーに類した点がないでもないと説き、さらに彼らはしばしば大蛇の姿を模し、また竜の姿を模すると述べ、また両者を取れるエレメンタルたちが陸利たる光炎を放ちつつ、無限の空間を運行する諸天体の常住者であると喝破している。西洋の神霊家もとうとうここまで突っ込んだことを述べるかと思うと、実に考え無料ではないか。我々実際的に心霊問題を取り扱う者が、どうあっても無視し得ない者は、実に龍神の存在で、これを否定するくらいなら、むしろ自分自身の存在を否定した方がマシなくらいである。されば私としては、いつも最大の力点を龍神の研究に置き、もって今日に及んでいるが、従来西洋の心霊研究は、なかなかそこまで深入りせず、もっぱら奇幽霊ばかり取り扱っていた。もしそれ、日本の神道家だの、学者だのに至りては、龍神どころか人間の死後の存続すら否定しかねないのである。この際にあたりて突如としてマイアスの通信が、堂々として龍神の存在を喝破しているのだから、実にたまらなく嬉しいのである。マイアスの通信は、単にこの一節のみでも、優に高級的存在の価値があるものと思う。ただし、マイアスの通信は、ソーラマンとエレメンタルとの関係、またエレメンタルと地上の人間との関係などにつきては、解いて未だ尽くさざるものがある。その所属の天体生活の最も重要なる構成要素とか、また類婚はこれらのエレメンタルの経験を取り入れて初めて完成を期し得るというだけでは、何やらそこに閣下相応の感がある。私としてはこの点につきてすでにある程度まで研究の結果を発表してあるから、読者はぜひそれを参照されたい。